先週の土曜日10月8日で、なんと30歳になりました。自分が30歳を迎える日が来るなんてって思うぐらい、結構なんか自分が30歳っていうことに驚きなんですけど、なんか素直に本当に30代がすごい楽しみ、めちゃくちゃ楽しみです。20代の頃は結構なんて言うんだろうな、特に前半の頃ってなんか若いままでいたいなとか、なんか年取りたくないなとか結構思ってたけど、20代後半になるにつれてなんかどんどん人生が楽しくなってきて、で30代もこの40代50代これからの人生がすごい楽しみになってっていう状態で30代を迎えることができたので、なんか年齢を重ねるってすごいなんて言うんだろう、楽しいことなんだなっていうのを今すごい感じてます。でなんか毎年誕生日を迎える前にこの1年間どんな1年だったかなっていうのを振り返るようにしているんですけど、毎年今年が一番楽しかったっていう風に言っていて、29歳の1年っていうのは人生の中で一番楽しかった1年だったし、なんかそれを本当に毎年更新し続けているから、なんか本当に人生楽しんでるなって自分でも思うぐらい本当に毎日楽しいし幸せです。でそうで29歳を振り返った時になんかこう全てにおいて自分を整える期間だったなって思っていて、なんかそれはキャリアに関しても自分のなんかプライベートライフスタイル面でもすごい自分をちゃんともう一回知って、自分ってどんな人間なんだろうとか、なんかそういう部分からなんかそう自分のことをよく知ることができた1年でもあるし、でそれを知った上でじゃあどういう生活をしたいのかとか、どういうキャリアを歩んでいきたいのかっていうことにことをちゃんと考えることができた1年だったなって思っています。でちょうど1年前ぐらい、その29歳の誕生日を迎える少し前にベルギーに引っ越してきて、で今までもノートとか YouTube とか Instagram とかでお話ししてきた内容ではあるんですけど、そのお仕事、今まですっごい頑張ってきた仕事をストップして、でこっちに引っ越してきた時になんか本当に何もなくなっちゃって、なんかこう自分って何者なんだろうとか、なんかすごい無力さを感じたり、なんかなんて言うんだろうな、なんか毎日何してるんだろう自分みたいな、こうすごいネガティブなマインドになっちゃって、でやっぱり自分は今まで頑張ってきたものが常にあったのに急になくなったことで、なんかすごい物足りなさをすごい感じていたから、何か自分が必死になれるものが欲しいって思って、そこから自分はなんか何が好きなんだろうとか、何がしたいんだろう、なんか自分の得意なことって何なんだろうとか、そういうのをしっかり考えるようになって、そうでその中で3つのことが自分の中で見つかったものっていうか、自分の中で明確になったものだったんですけど、1つ目はモデルで、2つ目は自分がやってるブランドの青で、3つ目はこう YouTube とかの情報発信っていう、この3つが自分のやりたいこと、好きなこと、あとは得意なことだなって
思って、それをなんかとにかくがむしゃらにやってきた1年でした。そうで、なんかこうがむしゃらにやってきたからこそ、なんか少しずつ形になってきて、なんかやっとスタート地点に全部立てたなっていうイメージ。そうで、なんかモデルは、そもそもまずその日本ではほぼ経験がなかったものだったから、どうしたらなれるのかとか、そういう部分からやり始めて、事務所に所属して、でたまにもう仕事をもらってっていう状況だけど、なんかやっぱりもともとやりたかったことだったし、好きでワクワクするからやってみようって挑戦したものだったから、やっぱやればやるほどすごい楽しくって、だから日本に帰ってからも続けたいなとか、何かお仕事でゲットできるように、またこっちとは違うアクションをしていきたいなっていうのを思ってます。で多分モデルって自信っていうのが必要、多分一番大事なものなのかなって思っていて、なんかその自信っていうのをこの1年でつけることができたから、なんかやっとスタート地点に立てて、日本でなんか自信を持ってもっともっと挑戦していきたいなって思ってます。で青に関しては、そのこっちに来る時に私は青を離れて、一旦離れるっていう形でこっちに来たから、そこからいろいろ話し合って、来年からまた2人で頑張ろうっていう風になったんですけど、この1年間で私もだし、相方のみどりもたくさんいろんなことを経験して成長して、いろいろ変わった部分もあると思うし、なんか再確認できた部分もあると思うから、なんかそれをちゃんとブランドに落とし込みたいなっていうのを思ってます。だから来年から再スタートを切る時に、また青ってなんか青を通して自分たちは何を伝えていきたいのとか、なんかどういう商品を皆様に提供したいのかとか、なんかそういう部分もいい意味でこう再スタートなので、いろいろもう一回考え直してやっていきたいなって思ってます。であと最後、その情報発信の部分ではインスタの更新を頑張りだしたのもベルギーに来てからだし、そもそも YouTube 始めたのもベルギーに来てからで、振り返るとこの1年間はなんかやることに必死だったかな。なんかインスタは写真を撮ってあげるっていうことに必死だったし、 YouTube に関しては動画編集ももともとできなかったから、編集することに慣れたり、あとはこうやってお話しするのもすごい苦手だったけど、それに慣れていったり、そうだからなんか慣れることにすごい必死だったから、なんか多分動画のコンテンツ的にも自分の思い出を残すとか、なんかその中にプラスアルファで旅行の情報とかファッションの情報とか、なんかそういうものを今までこう作って、動画として作って皆さんにお届けしていたけど、なんかこうだんだんフォロワーとか登録者数が増えるにつれて、なんか自分は何のためにやってるんだろうとか、なんか見てくださった方がどういう気持ちになってほしいんだろうとか、なんかそういうのをすごい考えるようになって、なんかせっかくこんなに見てもらってる、だから何かちゃんと自分の中でもやる意味が欲しいってすごい思って、最近は何を伝えたいのかとか、何のためにやってるのかとか、なんかそういう部分をすごい考えるようになっています。だからこの1年間は、次のステップっていう意味でなんか何を伝えたいのかっていうところをもっと明確にして動画を作っていったり、インスタを更新していったりとかしたいなって思ってます。でまだこうちょっとふんわりしてるんですけど、
なんか私ってすごい大学生とかの時からなんかいかに自分の人生を楽しむかとか充実させるか、豊かな人間になれるかとか、そういうものをすごい考えてきたし、そういうのを考えるのがすごい好きで、この間もみどりんと話してたんですけど、私たちすっごいそういう話するんですね。ひろしともすごいするんだけど、なんか本当になんかこう人生をいかに楽しむかっていうことについてのなんかそういう人生をいかに楽しむかっていう、なんかもはやオタクだよねみたいな感じですごい話してて、そうだからなんかやっぱりそれ自分の中ではそれがすごい大事だから、なんかそういうものを動画を通して発信できたらいいなって思ってます。そうだから私のライフスタイル、あと考えマインド的なものだったり習慣だったり、なんか頑張ってることだったりとか、なんかそういうものをちゃんと動画で言葉で更新皆さんにお届けしたいなって思ってます。そうだからそう私の動画を見て少しでもこう私も頑張ろうって思ってもらえたり、なんかこういう考え方私も取り入れてみようとか、こういう習慣取り入れてみようとかっていうので、皆さんの人生がもっとこうより良い充実したものになるように、私のこうありのままをお伝えしていきたいなっていうのを今考えてます。でそれはまあちょっともうちょっと練ったりとか、どういうふうに伝えていくかっていうのはまだまだ今からなんですけど、そうでもなんか29歳の1年間でとにかくやってみる、いろんなことを試してみるっていうので、いろいろやったからこそ考えれるようになったから、そう30歳は、なんかモデルも青も情報発信も何のためにやってるのかとか、何を伝えたいのかとか、もっとそこを明確にして、やっていけたらいいなって思ってます。でなんかもう一つこう自分で書いてて思ったのが、この29歳の1年間が一番変わったなって自分ですごい感じていて、1年前の自分と今の自分で比べてみた時にできるようになったこともいっぱいあるし、考え方もすごい変わったし、本当になんか多分変わったと思うから、でもそれは本当に海外での生活ももちろんあったし、お仕事をストップしてきたっていうことにも意味があったと思うし、出会った人とかいつもそばにいてくれる人とかのおかげですごい自分的にはすごいよく変われたと思っていて、なんか30歳をこの今の自分のこのマインドで迎えれるっていうのはすごいなんかさらにワクワクしてる。この29歳があったからこそこれからの30代にこんなにもワクワクできてるんだなっていうのもすごい思ってます。はい、なんかここで話すことで自分も多分頑張れると思うので、これからもなんかそういうこういう自分が普段考えてることとかもどんどん共有していきたいなって思ってるので、見ていただけると嬉しいです。はい、では今日も見ていただいてありがとうございました。